皆様こんばんは。燃える火曜日 FESN Tuesday のお時間がやってまいりました。2020年5月5日火曜日、本日で第9回目。司会は私 FESN アシスタントディレクターの伊橋重太が務めさせていただきます。新型コロナウイルスにより緊急事態宣言が延長され、ご自宅で過ごす時間も長くなったかと思います。そこで最近私は家でもできるスケートのトレーニングとして皆様にもお勧めできるスリッパスケボーというものを始めました。ヒールフリップ、キックフリップ、サブロックフリップ、 FESA の歴代作品の DVD リバイバル企画、今回はいよいよ発売間近となりました。1997年発表の FESN の3作目、東西南北について当時を知る人たちにお話を伺いました。なんかスケボーのビデオでヒップホップがかかってるシーンがこう好きとか、なんか自然とそういう感じになってって、だんだんそこからなんか音楽の方に興味が出てきてやるようになっていったって感じで、たとえ変わりゆく街中やフレンズ、時代が変わっても好きおっぱいとケツ、いすぎ BS 馴染みのメンズ、音と言葉と遊ぶ all night long、 正直跡形もないほどに挑め。中学一緒に行ってたやつの友達がなんか 5,6 人スケボーをやり始めたやつらがいて、俺も仲良く遊んでるうちにちょっとスケボーやりたいなと思ってやるようになったんですよね。でファットブロスとかに行くようになって、FESN の作品で一番最初に見たのは東西南北だと思いますね。その時まだこうなんか自分がラップとかもやってなかったんで、すげえいろんな街のスケーターが出てるじゃないですか。でなんかそういうのもすごい面白くて、あ、ここに今こういう人がいるんだとか、どんどんこう場所が変わっていく感じとか、あとなんかそのアンダーグラウンドなつながりっていうか、すげえ良かったっすね。そう今みたいに SNS があれば自分たちで撮ったり YouTube 上げたりっていうのができるけど、その時は何もなかったから、それを森田君が代わりにやってくれてたっていう。で森田君も何でも載せてくれるっていうわけじゃなくて、やっぱり森田君もいいと思ったやつだけ使ってくれるから森田君にいいと思わせようっていつも思ってたっていうか、広島を取り上げてくれたっていうのも嬉しかったですし、で森ちゃんが本格的なカメラを持って撮るっつうんで、みんな爆上がりみたいな。ちゃんとそういうカメラマンとして来てくれてっていうのはもうあれが初めてだったですね。やればできるかなっていう感じでトライしたような気がしますけどね。なんかサンプラザとか自分が知ってる場所が出てくるっていうのがすげえなんか新鮮だったり、ここでこれやってるのすげえなみたいな、いろいろそういうのも思ったっすね、ビデオ見て。その頃だから普通にみんなであの辺の特に中野さスリナムのスケーターで動いてて、で当然さ、俺たちの部っていうのが多くなるじゃん。一緒に毎日いるわけだからいろんな部と一緒に行くけど、当時俺もさ、20とかさ、それぐらいだったから、途中からちょっとこれパート作れるぐらい、ね、まとまってたんじゃないみたいになって、パート作ろうみたいな話になって。でもやっぱ秋葉のラインは、あれは俺あの時行った時間帯ももう夜中過ぎとか朝方に近いぐらいの時間帯で滑ってて、ラインとか撮ってくれてた森田君がちょっと今の流し足んなくねっていうので、それで今まで流したことねえのなって思いながら何回もやったかな、結構やって限界だって思ってるのに、またさらにもっといけんだろうっていう、焚き付けがすごくうまくて、焚き付けられてっていうので気合い入れた気はしますね頑張った。ちゃんと B7 に初めて行った時だ。バックサイドグラブでなんかすごい幅の広いバンクトゥーバンク飛んでる。それがなんか初めて行った B7 で、森ちゃんとあんまりそうやってなんか地方とかで行動することが少なかったから、それがなんか印象的だったかな。その後森ちゃんとスロープレールでボードスライドのフェイキーをしてるのしか結局使われなかった。K グラインドに刺さって K グラインドはメイクできずにそれをトライしてて、ボードスライドはメイクしたんだけど K グラインドに刺さった思い出はある。とにかく神戸のスケーターがみんな上手かったんで、すごい刺激になったし、荒木瑠衣君とか入潮君とか、ほんと神戸ばっかりで滑ってて、そっから大阪とか行った
結構行くようになって、大阪に森田君が亜美さんとかを取りに来るみたいな感じやった。なんかそんなんで自分も出してほしいなと思って、自分からもこうがっついた部分があったっすね。そう、なんかパート取ろうとか言って大阪にずっと来たりとか、森ちゃんがビデオを撮るので大阪来るっていうので、みんなで迎えに行って一緒に撮影した覚えがある。初めてファーストコンタクトだったのかな。森ちゃんがなんかオーリーでなんかギャップ飛んで御堂筋でハリケーンやってるラインをなんか初めて一緒に撮ったラインっていうかね、ギャップオーリーでガーンって越えてフルプッシュでハリケーンバーって流して、あのラインはちょっとびっくりしたね。あれ絶対あんなハリケーン途中で返せないと思ってたから、うわこれ返すんやっていう、それはすごい覚えてる。で俺も東京行ったりして撮影したりとか、僕らも東京行った時とかはもうずっと森田君とかと絡んでついてもらってましたね。ちょっとでもなんか残したるねんっていう感じでくっついていって、何かチャンスがあればと思って狙ってたっすね。DJ ミックスみたいになって、この瞬間にこの曲が入ってくるんだとか、すげえそういうのなんか見てて面白いなと思ってて、なんかああいうアングラな音とかさ、ドープな感じで自分たちがいつも探し回ってディグってるレコードとかがチョイスされてたんで、かなり上がりましたね。東西南北はね、ちょうど森ちゃんが編集してるとこに一緒に立ち会わせてもらったのが何回かあったから、ああこうやって編集するんだとかいろいろ横で見てすごい楽しかった俺が。質感が好きだった。ちょっとザラッとした画質っていうか、すごいローな感じで、だんだん森田ワールドが出てきて、こう色がだんだんついてきて、もう森ちゃん全開って感じで、よりこだわりがめちゃくちゃ増してるというか、ドクドクしいというか、タイトルそのままで、ね、日本全国東西南北もいろんなローカルシーン森ちゃんがちゃんとじっくり訪ねてさ、シーンをちゃんとフィーチャーしたっていうか、一気に森田君の色が出たって感じがすごいするのよ。森田君が世界に発信できる地位まで底上げしてくれたんじゃないかな。毎度お知らせしております。リバイバル DVD の個人の皆様方のご協賛の募集に関しまして、3作目東西南北へのご協賛の募集は締め切れさせていただきました。今回もたくさんのご協賛誠にありがとうございました。引き続き4作目4326以降の作品への協賛を募集しております。ご協賛額は DVD1 作品につき税込1万円です。ご協賛いただいた作品の DVD ブックレットの裏表紙にスペシャルサンクスとしてお名前を掲載させていただきます。あなたの思い入れのある作品にぜひお名前を刻んでみてはいかがでしょうか。監督の直筆の感謝状とともに DVD を発送させていただきます。ご協賛は FESN のネットショップにて受け付けておりますので、皆様のお力添えをどうぞよろしくお願いいたします。次回の放送は今月5月19日火曜日です。どうぞお楽しみに。皆様くれぐれもコロナウイルスには十分お気をつけください。それでは最後に家でもできるスリッパスケボーをもう一度。ヒールフリップ、キックフリップ、サブロックフリップ。フリップベニハム。